おはようございます。おはようございます。はい。ちょっとね、3月、4月と、今3月にちょっと個人的なフェスがあって、その影響でちょっと私自身が当時にも来てなかったということで、こんなになっちゃったって。こんなになっちゃいましたという、もう心配でしょうがなかったんですけど、で、今日はですね、初心者に向けた、はい、盆栽始めたんだけども、これが放送されるのは4月後半ですかね。はい。その頃まで何も手をつけなかった。多分この同じような状態で、これよりもうちょっと悪くなってるかっていうところなんだけど、その時にどうするかというのをちょっとやってみたいと思います。はい、で、この中でも、あちゃーっていう、ダメだっていうのと、大丈夫だっていうのがあります。大丈夫だっていうよりむしろいいんじゃないかっていうぐらい。あ、そうですか。そう、それがね、分かれるんで、同じ盆栽でも伸ばしていいのと悪いのがあるよっていうのをちょっとご説明したいと思います。非常に参考になる。昨日、君のミニ盆栽を見てまた勉強してきましたんで、見たものをそのまま喋りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。こんな状態になっちゃって、大体こうなるっていうのは本当に、大体今盆栽やってる方は、割とこの、目摘みとかね、はぎりだとか、はがりだとかっていうことを勉強されてるんでいいんですけど、多分何もやってない、盆栽始めたばっかりの方っていうのは、やる方がわかんないからこうなっちゃったとかって、とか、あるいは、稀でしょうけど、個人的なフェスをやって何も作業してない人とか、そういう人のために、どうしたらいいかって話するんですけど、ちょっとね、一番大事な話をちょっとしときましょう。最初に。まずなんでそうするかっていうちょっと理屈をちゃんとやっぱ説明しないと、盆栽感覚で話す人が多いんで、ここは教育番組ですから、そうです。どういう盆栽を作るかっていうまず本当の基本の基本で、盆栽の基本は、例えばこう幹がありました。こういう枝がこう出るわけですね。で、悪い例、同じに書けるかな。逆になっちゃった。いいや。悪い例はですね、これがいわゆるこう間延びしちゃって、間延びしてまた間延びしてさらにこう間延びしてと、これがダメな例ですね。同じように間延びして間延びして間延びして場合によってはこう3本で、今具体的に言うともみじなんですけど、これがダメで、盆栽どういうふうに作っていくかっていうと、できるだけ短いこの短い距離で二股、ここからまた二股で二股っていうふうにして細かく枝を組ませていく。できるだけ細かいっていうかね、これね、人によっていろいろ言い方があって、石棺という言い方をするんですけど、この距離ですね。石棺と言ったりね、節間っていう、今聞きたことあります？節とは節ですかね。節なんで、節の間、節間とか。盆栽用語って音読み、訓読みとか結構ぐちゃぐちゃになるって、ね。よく言う元気がいい悪いを規制っていう人多いんですよ、ベテランさんで。あれ、受精なんですけど、でも、規制って結構、言う人結構いっぱいいて、何しろこう、短く、できるだけ短い距離で、それで先端に細かい小枝をいっぱい作っていくよって、こう、枝のほぐれっていうんですけどね。こういうのを作っていく、これが基本になります。ですから、2つですね。ここが短い。それからこれが2目。こういうふうに作っていく。短く、これも短い。で、2目でいく。これがこう長い。それからこれが3目ってなっちゃう。なるほど。はい。というか、結論言います。この中でダメなのはもみじ。これはもうアウトなんですよ。もうずーっと心配してたんですけど、案の定なんですよね。で、なんでダメかっていうのはちょっと説明しましょう。じゃあいいか、これでもいいか。まず、よく目摘みをしましょう。細かく言うと、ここにね、袴っていうのがあって、ミニ盆栽なんかだとこんな状況が多分4月の前半ですかね、開いて、でこの真ん中を切るよと。目摘みですね。目摘みですね。それからこれもね、目摘みもね、股目っていう言い方もしてますね。股目切りっていう人もいます。昨日勉強してきたんだ。それでこの袴も、これ袴ね、これを取ると。でこれはね、商品盆栽とかミニ盆栽やってる方は本当に細かいこの短いのやつを作りたいんで、こういうことをするんですけど、大きいやつになってくるとそんなにやったりしないです。ちょっと袴取りと袴取りですよね。袴取りですね。目摘みはしますよね。目摘みはするんですけど、ちょっと長くても、全体がこう大きいんで、そんなに目立たない。小さければ小さいほどこの目摘みっていうのはやんなきゃいけないという、大きい木と小さい木の違いがありますね。商品盆栽の人は、目摘みとプラ
ラスで袴を取る。同時にやる。そうでこれもこういうふうに、大きく膨らんだ時にこれをわざわざ開いて、これを取って袴を取ってこれを開いて真ん中をこう積むっていうぐらいやるっていう、これまた相当長くなりますね。この辺でちょっとやっていきましょうか。はい、ということで、ここで大事なのは、短い石棺で2枝で2目で作っていくよというのがもう基本中の基本、でそのためにじゃあどうするかという話になるわけですね。これもうこれだけでももう本当に参考になるお話だと思います。4種類ありますからね。4種類あります。でね、ここでいい例があった。ここのね長いのは別に切ればいいだけなんですよ。でなんでダメかっていうと、この真ん中が伸びることによってここ伸びてるんです。節が、ここが伸びてることによってここが伸びている、これが伸びてることによってこれが伸びてる。今ダメなのはやっぱここが伸びてる、ここですね。この伸びてるのがダメということなんですね。でここは短いですね。これは短い。ここもいいですよね。ここ短い。そうすると次の段階でここら辺で押さえたいんですけど、これをダメなんでどうするか。一番簡単なのはまずは安全を見て、切り方もだから3種類かな。3種類あるっていうふうに説明しましょう。まずは基本はこれだから、怖い人はまずこれでいいと思います。これを切ってなんでかっていうと、ここら辺から芽吹きを促したい。これを切って多分ねここから芽が出るんです。この両脇からちっちゃいところからこれを切ってここからちっちゃい芽が出るんですけど、それが目的じゃない。すでにこんだけ伸びちゃってるんで、ここから芽が出てもこれ使えないんですね。なのでここからどうやって吹かせるかって話なんですね。この位置から。そのためにとりあえず一回切ります。ここもおそらく芽が出るでしょうけど、ここから芽が出ることを期待する。ここが一つの一番安全なやり方。で2番目にもう片方、これ片剥がりって言うんですけど、片方切っちゃってもうちょっとこの元気いいとこを切られるんで芽が吹くんですね。なんでもう一枚追い込んで片剥がりをしてここからのを促す。これもおそらくここから先出るんですけど、その後ここから出るのを期待する。でもう一つですね、これをね切っちゃう。これがね葉に変わるっていう話もあります。これが葉に変わる。これって何ですか。このちっちゃいの見えます？袴なんですけど、これが葉に変わるっていう話があります。もしかしたら袴でも葉になるのとなんないのがあるかもしれないですけど、これでもねなりそうな雰囲気あるんですよ。なんとなく形、袴が成長して葉っぱっぽくなってません？これねでこれはおそらく葉になるだろうということでここを切っちゃう。より追い詰める。これだともう完璧、もうこれでこういうところの伸びも抑えられるわけですね。でこれが葉になればいいし、なんなかった時にここから芽が吹いてくれればいいしということなんで、ただここはかなりリスクを背負うんで、今言った3段階いいですね。どれを選択してもいいです。一回ここで切っといて様子見ましょうって。で、これ片剥がりでこれ力を抑えるっていうことですね。先端の元気ないい葉を抑えることによって懐から出させるという作り方。これは五葉松でも何でもそうなんですけど、今の随章とかね人気あるやつもそうなんですけど、先端の長いやつを切って追い込んでいくということなんで、勇気のある方はここまで切ってもいいですよというふうに、なります。そうすると短いここで石棺ができるわけですね。というのがもみじのやり方になります。どれでもいいけど、追い込む方がリスクがあるよ。リスクがありますね。リスクがあるけど、できた時は早いですよね。だから少し本当は今植え替えもしてないですけど、肥料とかあげてて元気のいい状態で切ってあげるとよりいいと思いますね。元気のいい木、枝自体が伸びてるということは元気のいい枝なんでいいと思います。それから同じような樹種で、今度はケヤキですね。ケヤキの場合はですね、基本よく言われるのが2葉、2葉。まず、ケヤキは、この放置した場合どうなるか分からん。どうなるか。これはね、そうだ。なんで大丈夫かって話でですね。
一回整理しません。一回整理しましょう。もみじはもうああなっちゃうともう手を施さないといけない。欅の場合は、むしろこの状態でいいです。一旦逆にこれぐらいまで伸ばした方がいい。なんていいかっていうと、先ほどのね軸がね伸びづらいんですね。ここが伸びづらいです。ここの3面になったとしても割と比較的こうなんていうのかな、短いところでここがそんなに伸びないというのが欅と楓、それからまあ長寿梅もそうですね、そこの性質が全然違うよっていう話ですね。同じ臓器なんですけど、で、なので、むしろ一旦伸ばしてから元気をつけて葉刈りをするというのが欅と楓、長寿梅です。で長寿梅なんかもねよく浜野会長言ってましたけども、一旦伸ばしなさいって、元気をつけるために伸ばしなさい。で新芽って黄緑色のちっちゃい芽がちょこっと出るんですけど、ちょっと出た神経質な人がよくいるんです。ちょこちょこ取る人が欅もそうなんですけど、そうするとね、元気つかない、いじけちゃうんで、あくまでも先端の元気のいい葉っぱがあった時に元気のいい葉っぱを切るから、ここからまた懐から出るとか、こういうところからまた新しい実が出るとか、これ基本みんな一緒なんですね、盆栽ね。先端の元気ないいやつを切って懐から出させましょうという考え方なんで、一旦はこちらの方は元気つけていいです。こっちなんかちょっと芽がちっちゃいんでね、まだいじんない方がいいぐらいですね。こっちは葉っぱが少し、性質にもよると思うんですけど、こういうのは、2目または2目っていうのかな、そういうふうに切っていくと。でこの欅の葉刈りの話は結構細かく前やってるんで、それを見ていただいた方がいいと思うんですね。いろんなやり方あります。そうですね、例えば輪郭からね飛び出したところ、こういうやつ元ちっちゃいですけど、こういうやつをみんな切っていっちゃうと、こういうのも切らずにですね、こういうところを葉切りっていうんですけど、こういうふうに切って短くして今切らない状態ですね、切らない状態でこういうふうに葉切りって言って葉を切っていって、要は同じでこの面積で光合成をいっぱいして養分を吸うんですけど、それを抑えてやることによって下の方を元気につけてあげようということで、あとこの葉っぱも切る人と切らない人がいる。先端だから元気いいからやっぱり切った方がいいと思うんで、3つごめんなさい、多分ねちっちゃくて分かんないと思うんで、枝があった時の先端だけ残してそれ以外の下の葉を切っていくっていう方法。これは元気がいいから引っ張るために1個残していくんだよっていう人が昔いたんで、先生で、そういうやり方もありますけど、一般的にはここまで切っちゃいます。全部葉切りって言って、で先端葉切りをして中の懐の芽を促す、細かい枝をいっぱい出すという形で残して切る場合と、あと今みたいにもう切っちゃう場合ということがありますんで。それはいつの作業ですか？これはね、5月ぐらいでいいと思います。5月ぐらい。で5月、葉切りね。そうですね。昔はね、でこの葉切りも8月ぐらいって言われたんですよ。もっと葉がね、8月ぐらいになってくると緑色になってきて、硬い葉っぱになってカサカサこう触ってカサカサいうようになって、8月に切りなさいよっていうのは欅はずっと言われてたんですけど、5月のねちょうどやっぱり盆栽祭りの時にデモンストレーションで欅の名人の生徒さんがいて、その方が5月にやっぱり葉切りやしてて、こうやって作っていくんだという人がいたんで、そういうやり方もあると。だからそのぐらいの時期でももう一回葉っぱを出させなきゃいけないから、もう一回いきますよね。8月はちょっと不安ですね。不安ですね。でやるんだったら5月で切った芽が大きくなったら7月にもう一回切れるかな。なるほど。枝をね。だから楓なんかも楓の話いくと、楓いきましょう。こっち簡単だからこっち先終わらせてみましょうか。次長寿梅。これ長寿梅はさっき言った通りで、こういう元気のいいところをこういうのをどんどん切ってって懐、これも芽吹きがいいんで一回伸ばして、これなんかも伸びちゃってますよね。こういうのもどんどんこうもう追い込んでいくとどんどん内側に切っていくだけ。切っていくだけですね。一応懐に葉っぱがあることを確認してやった方がいいと思いますけど、
たまに目当たりっていう懐に芽が出そうなところがあったら、それで葉っぱがなくても切っちゃっても大丈夫ですね。であとはね、花はねこれだと多すぎます。でもうこういう時は一緒に取った方がいいですね。花楽しみたい方、これはもう花終わってるんで、こういうやつは。でこれは実になるとまた養分吸っちゃって、実が緑色で綺麗じゃないですから、盆栽の中でも珍しく実が綺麗じゃないですよね。こんなに人気ある樹種なのに、実が綺麗じゃないっていうね、っていう風に少し切ってって、こんな感じで輪郭をね揃えるような格好でやっていけばいいかなという風に思います。花も終わったら取っちゃう。そうですね、できるだけ取った方がいいですね。もうこういう状態ですね。汚いやつですね。今さんとかもう咲く前に取っちゃいます。取っちゃこれもねよく浜野会長は取ってましたね。これつぼみが出た段階でこんないらないんだっつって、ちょっとあるのがわびさびというか、盆栽の世界ではねこんなにいっぱいいらないんでっていう考え方ですよね。どうですかね。こんな感じでちょこんちょこんちょこんと全体にあれば、さっきと違うわびさびを感じられるかわかんないですけど、もっと取りたくなりますね。もっと取りたいですね。そう本当にちょこんちょこんとあれば、一つ二つだと感動的ですよね。だからこれもね、ごめんなさい、5月の作業って言えば作業ですね。こういう花を取る、花柄取りっていうんですかね。こういうつぼみですね。つぼみっていうかつぼみじゃないか、咲き終わったやつですね。これも長寿梅はぜひやった方がいいです。はい。そう、ケヤキに戻るんですけど、葉切りはを勧めてましたけど、葉刈りじゃダメなんですか？葉刈りでもいいですよ。葉刈りでもいいです。5月6月ぐらい。5月6月、そうですね。でなんで葉切りというかっていうと、枝のね元を少し残したいんですね。ここのね元に芽を持つんですね。この軸の元に芽を持つんで、こういう葉刈りしちゃうと芽も一緒に取れちゃう。なんでここにこういう風にやればここの芽が残るんですよね。ここが葉切りのいいところ。つまり葉切りのが芽が出やすいってことですね。次の芽がというところですね。ここいらないよっていうんであれば葉刈りしちゃって、先ほどあくまでも懐の方を重視するんであればもう全部切っちゃって葉刈りでいいんですけど、葉切りっていうのはこういうここからまた細かい枝を出すっていう、可能性を残すっていう可能性っていうか出ると思いますけどね。こうすればということのちょっと違いがありますね。でまた戻って、もう長寿梅はとりあえず終わり。これが楓ですね。で樹種っていうかつぼきの中でも多分一番丈夫じゃないかなっていうことで、私は初心者の方にお勧めするのは楓って言ってるんですけど、非常にその節管が伸びづらいですし、バチバチ切っても大丈夫で、この時期じゃ何やるのって言った時にやっぱりこれで見てもらえれば分かると思うんですけど、外側大きいですよね、葉っぱが。で内側がちっちゃい。だからこれを充実させていきたいんですね。そのために先端の葉っぱっていうのはいらなくなってくるんで、一つは先ほどのもみと一緒です。3つあった時の真ん中を切るっていう方法ですね。一つはこれを切るんですけど、先言っちゃうと段階的でいいんですけど、これを切ってからでもやっぱり長いねってなるじゃないですか。でこれを切る。でこれが同じようですけど、ここ2つの真ん中からこう出ちゃってるんで、楓はさっき言った伸びてもいいんですよ。ここの節管がそんなに長くならないからなんだけど、下の葉っぱを充実させるために、これを切って、でもやがてこれもいらなくなっちゃいますよっていうことなんで、今度は一緒に切っちゃうっていう方法もありますよって。一気に全部切っちゃう。やっちゃう。キノキの耳のミニ盆栽でやってました。こういう風にやっちゃう。これ早いですよね。いいです。で楓は結構バチバチいっても平気なんで、こういう風なやり方をすると早いと思います。で懐がない場合は一つでいいと思うんですけど、こういう風にまとめて切っていっちゃう。でもうこの時期だともっともっと追い込んでって実は平気で、こういうのはもうどんどん外側の葉っぱはね全部切っちゃう。これやっても平気です。内側の芽があればそれが充実するし、なければ内側から吹いてくると。で内側のちっちゃい本当にちっちゃいこういうのはね取ってもしょうがないですね。取ってもしょうがないっていうのは、大きい元気な葉を切って初めて吹いてくるんで、
これは何の力にもならないので、先端のこういう大きいやつだけ切っちゃって、バチバチ切っちゃって、もうこういう状態とか、あと先端は枝だけにして、これもできるかな。結構ね、雑にあって平気です。カエデも葉刈りとかします？葉刈りはあんまり、カエデはあんまり葉刈りしないですね。しないんですか？だから芽吹きが元からの芽吹きがいいんで、だったらもう全部切っちゃった方がいいですね。葉切りとかね。葉切りとかしない。もみじは葉切りするんですよね。ケヤキも葉切りしましたけど、私よく言う、これがこの葉っぱが内側にあったとすると、こういうのの先端をこういうのもね、まとめて切っちゃっていいんですけど。丸くしちゃうんだ。そう、私のもみじは結構こういうの多いです。こういう葉っぱ、ひりまさんの葉っぱ変わってんねって言われて、これ切ってるんで、これ今先端だから、先端じゃなくて本当は懐でこういうのをやればいいんですね。そうすると力が抑えられるし、今度日差しが中の方に入ってきますんで、全部は取らないんだけども、葉の面積を、表面積を減らして、内側の芽吹きを促すと。なるほど。はい、こんな葉切りします。これはカエデはね、あんまりやんないですね。僕やっちゃってましたね。そう、葉切り。出ますよ。出ると思います。出て、葉がちっちゃくなるんで。やって、そう悪いことはないし、だから葉刈りやってもいいし、元から切っちゃってもいいですよって。カエデは何やっても。こういうの取っていけばちっちゃい葉っぱになりますもんね。そうなります。なんで、これも多分全部きれいにやったら、内側、最後後で仕上げましょうか。仕上がりはね、ちょっと終わってからやりますけど、で、懐の小さいやつだけ残して、っていうのがカエデですね。一応ここで造形終わったかな。で、いや、小白もあるんだ。小白すぐもうだいぶいっちゃってるんで、簡単に。これ。五葉赤？これは赤っぽいですね。藍黒っていうのかな。自分のはよくわかんない。なんだっけとかっつって、これを何を言いたいかっていうと、同じ五葉松です。で、目の大きさがこんだけ違うよって話。違いますね。はい。五葉松は産地だけじゃなくて、そこの培養だとか、これ言うと同じところで培養っていうかね、置いてあるんで、同じ水やり、同じ日当たりで育ってますけども、やっぱり葉が短いっていうのは芽も小さいんです。この時期芽も小さい。これは割と葉っぱが長くて、芽も結構この時期成長してます。なので5月の大盆栽祭りの時には五葉松はやっぱり芽を見て、買ってくださいということを一つここでまた言いたかった。葉じゃなくて芽なんですね。葉じゃなくて芽なんです。で、結構水やりを絡めって言い方するんですけど、少なめにしたりとか植え替えはあんまりしないで葉が縮んでるやつもあります。そうやってやってるやつなんです。でも芽って正直だからやっぱりこう伸びてくるんですね。なので、できれば買うときはこういう芽のものを買った方がいいですよと。で、ただ、じゃあこういう芽が伸びたやつは買っちゃいけないかっていうと、これはまた盆栽業者さんに怒られちゃうんで、これはこれでやりようがあります。で、こういうこれは普通のピンセットでもいいですし、芽を先端をこうかくんですね。ここの先端をちょっと押さえてやる。芽かきですね。半分、要はね、元にまっすぐの軸があるんで、そこは葉っぱになりませんから、こういう軸の上の芽、こっちは赤松なんですけど、赤松も芽かきをするんですけど、これ分かりやすいですね。ここも伸びてますね。これはそのまま枝になります。だからこの木は小さく抑えたいんですけど、もうこの段階でもうこれで軸伸びちゃったんで、もうこれはもう諦めるしかない。枝ですね。枝ですね。で、この先端を取ります。で、このプチプチが葉っぱになるんで、必ずここから上でこう取るようにしてくださいということです。これ先端ですね。ここで取るともうこの軸なくなっちゃいますから、いわゆるもう相当早い芽切りみたいなもんで、ここでこういう長いからってこういうところで切ると、ここは葉がなくなります。なんでこれは芽が出ればいいですけど、出ないとアウトということになりますね。だからこういうのを全体のバランス見て、小さい芽もあるし長い芽もあるしっていうな時に、全体を調整するために、これを抑制するためですね、抑えると。
抑制なんですね。抑制ですね。葉が短くなるわけではない。ではないです。で、これもさっきと同じで、ここがね、どんどん伸びちゃうんですよ。これがぐーんと伸びると、はい、何が悪いかって、これね、やがて芽切りするからいいんです、これで。ここが伸びても、紅葉と一緒で。だから6月になって元気になってきたら、ここから芽切りをするんで、これが葉っぱがもっと開いてますから、6月になって前半とか、まあ後半でもいいかな。から7月でもいいんですけど、ここで芽切りをして、そうするとまた芽が吹きますけど、今何が嫌だかっていうと、もうこういう石棺なんですよね。こういう石棺がこれが長いと元気よく伸びちゃうんで、石棺が長くなっちゃう。何が問題かっていうとそこなんですね。はい、これ自身の問題じゃなくて、ここが伸びちゃうのが問題。なので力を抑えてあげる。で前もね言ったと思うんですけど、6月7月の芽切りのことを考えたら本当はこれ元気つけた方がいいんです。元気いいとこで切るから芽が出てくるんでいいんですけど、それを何もしないで回っちゃうとこういうところが伸びちゃうよと。その下が伸びる。下が伸びる。それが嫌なんですね。まあ言うてもですけどね。言うてもそんなにそこまで伸びるものでもないので、いいんですけど、まあやるならやった方がいいかなって。でこれはだからこだわる人。そうですね。そうですね。一般的にはやっぱり芽切りですね。やるのは大事。だから本当は芽切りのためには少し今言った茎をやらずにですね、その芽を元気つける人もいます。はい。もう考えようですね、そこはね。はい。あんまりやらなくていい。でも五葉松の場合は芽切りをやらないので、という話になるわけですね。そう、五葉松の場合は芽切りをやらないので、今これをやっとかないと、もうすでにこれで1センチぐらい大きくなっちゃってるってことですね。これなんかいいですね。横にちっちゃい芽があって、これだけ大きくなっちゃって、一本これ軸が長いやつありますんで、必ず下のこのトゲの葉っぱ、これを残してこう描いてあげると。結構取っちゃうんですね。そうですね。怖いんですよこれ。元から取れる可能性あるんで。ハサミじゃダメなんですかね。ハサミだとね、葉っぱの横をザクッと切っちゃうんですね。葉っぱの先端をザクッと切っちゃうんで、茶色くなっちゃう可能性あるんで、ハサミの代わりにこれが一時、これは葉付きのピンセットですね。葉付きのピンセットですね。これはね、昔はこれ見た時こんな使う人いるんかなと思ったけど、やってみると便利で、使い始めて YouTube でやったらすごい売れちゃってるこれね。うちのも売れてました。すごい。そうですか。これ今の時期なんで、これだとこういうふうにほら、いいですねこれね。これいいな。ポンセットストアで販売中です。販売中です。はい。これはもう私持ってるんで、別に菊川さんはお気になさらずに、ね、これいいですよね、これね。送んなくて大丈夫です。はい。植え替えの棒がいいんですよね。これはね、やっといた方がいいです。五葉松はね。五葉松は、はい。それでも刃で切ってることにならないですか。これはね、先端はね、多少一刃ぐらいでいっちゃうかもしれないですけど、前もねこれ言ったんですけど、よっぽど丁寧な時間のある人は用紙で、ちょっとこれ汚いですけど、ここでこうねぐさっと刺して刺したんですね。刺して目をぐさっと刺して取るっていう人もいます。この先端の芽を傷めないために。ちょっと刺して、隙間から刺してこれで取る、っていう、よっぽど暇な人ですね。言い方悪い。言い方はよっぽど丁寧な方はこういうやり方をする人もいます。なるほど。Q さんご指摘の通りで、これでやったって先端傷めますからね。よっぽど狙ってこう葉をこうね避けながらこうやらないと傷めるんですけど、そういうやる方もあるよっていう、これ参考までにっていうところですかね。というところで大体今日のネタは大体以上です。大丈夫？取れ高大丈夫ですかね？取れ高は大丈夫なんですか？取れ高大丈夫です。ということで、忘れた人たちはね、参考になったかなということですね。はい。今年も大盆栽祭り大盛況。2つ取らなきゃダメですね。2つ取らなきゃ。やったバージョンと、やった前バージョンと後バージョンとね。4月11日です。4月11日ですね。もうこれ半袖ですよ今日ね。もう暑くて。で、今年はそのみくちゃん T シャツと、あと Q さんの自撮りできます？はい。これです。
これがねもうネットでもね多分全部売り切れそうな雰囲気です。あ、すごいですね。お祭りでも売れてると思う。ぜひお祭りの時はその歌舞伎です。浮世絵ですね。浮世絵ですかね、はい、の T シャツとみくちゃん T シャツでぜひあったら写真撮ってね。写真撮ってあったらハイタッチでっていう感じでちょっとお祭りを楽しみたいと思います。やっぱお祭りの前ですね。じゃあこれ今ねお祭りの前のこれどう編集すればいいか分かんない。じゃあ2パターンで両方はいということで今日は復習ですね。こんな風になっちゃって本当はもみじダメなんです。ダメな樹脂なんですけど、やりようがあるよということなんで、諦めないで追い込んでってやっていけばいけますよっていうちょっと今日のお話かな、ということですね。ご用に関しては長いできるだけ短い目のものをね買った方がいいんですけど、長いものでもこう切っていけば短く詰まっていきますんで、大丈夫ですということで、お送りしました。このチャンネルがいいねっていうことはいいねボタン、それとチャンネル登録をまだ募集してていいんですよね。今ギリギリまだ間に合うそうです。チャンネル登録まだ間に合うそうなんで、まだ締め切ってないそうですから、チャンネル登録もしていただいて、あれもやってるんですよっけ？メンバーシップもうやってます。ね、メンバーシップもぜひ、見ていただいて、昔のいい動画たくさんありますんで、昔の蛭間さんの動画を見たいっていう方はぜひ、蛭間さんに限らずですね。しかも広告ついてないですから、連続で見れるわけですね。もうじゃあイライラしないで見れるっていうことですね。ということで皆さんぜひメンバーシップの方も、見ていただければというふうに思いますんで、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今、はがりが大体終わりました。結構切りましたね。で、先ほど言ったように先端のものっていうのは大体切っちゃって、こういうちっちゃい葉っぱだけが残ってる。もうちょっと取ってもいいんですけどね、これいい加減に抜いちゃってもいいんですけど、でこうなると少しねやっぱり長い無駄な枝というか、これ冬にやってなかったと思うんですけど、こういう枝だとか、この辺の枝とか、見えてきたのでこういうのを切っちゃいます。こう少し飛び出してますね。そこに下に芽がありますから、こういうのをもう切っちゃう。で切っちゃうのもこれも見えないかな、この辺ねこういうね節があるとそういうとこから出てくる可能性、この上はね確実にあります。芽が、見えるかなこれ2つなんだけど、できるだけ追い込みたいんでここで追い込んじゃう。これもここにありますから、もうこれいらない、追い込んじゃうということで、多分こう少しこれもそうですね、ここに芽がありますからこれも追い込んじゃうっていうふうにやってきます。これもそうですね、追い込んじゃう。輪郭で見ればいいですかね。輪郭ですね。頭になりそうで頭がちょっと弱かったら残しといた方がいいかもしれないし、そうですね。挿し枝とかですね。でこういうのもちょっと立っちゃってて、この下にここにちっちゃい芽があるの見えますかね。見えないか。見えるかな。あるとしましょう。切るとこれが残ってるわけですね。これがという感じで、少し立ってる枝、結構ねカエデはこう上に持ち上がってくるんで、持ち上がったらこういうのを切っていくと、上からとか下からのそうですね意味枝って言われるような、そうですね、もうちょっと減らしていく。なんかくしゃみ親父がいますね。くしゃみ親父、もう親父なんだね。親父こんな感じかな。これカエデぐらいですか。でもケヤキも輪郭から出てたら切りますもんね。でこの木は、全体にこう、そちら側見ると右流れなんで、今こちら側の長いやつをこう切ってます。流れをこちらを少し押さえてあげて、こちら流れにですね、ということでこういう長いやつを切っていくと。後ろ枝もそうですね。これでいいんじゃないですかね、大体。これでもう多分今年1年は、これで、育てていけるかなという気がします。下に出てるのもこれはあんまり良くないな。作業的にはでも本当この時期と植え替えぐらいか。そうですね。5月は今の葉刈りとかね、葉刈り葉切り、植え替えもね別に多分これやったタイミングって植え替えできると思うんで、私3月でほとんど植え替えしてないので、5月に葉切りと一緒にお祭り終わった頃ですからね、葉切りとか葉刈りと同時に植え替えもやっちゃおうかなっていうふうに思ってますね。葉刈りの後は植え替えできるってね、ケヤキとかもね。
ね。そうよく言いますそうなんですね。そうはがりと一緒にやるっていうことですね。正解を忘れた人はそうですね。その時もチャンスです。もう7月過ぎたらもうやめた方がいいですね。はい、はい、と思いますんで、はい、以上おまけコーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございました。